番組オープニング、世界をつなぐ共通言語、ポケモンカードの現在地。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。今日の特集は、世代や国境を越えて熱狂を生み出し続ける、ポケモンカードゲームの全貌に迫ります。小学生の皆さんにとっては、学校や友達との遊びの中心にある楽しいカードゲームかもしれません。一方で、大人の皆さんにとっては、子供の頃の懐かしい思い出であると同時に、今や現代の資産としても注目される巨大市場となっています。発売からもうすぐ30年を迎えるこのゲームが、なぜ今これほどまでに世界中で愛され、時には社会現象となるほどのブームを巻き起こしているのか。その歴史から最新の発売情報、そして知っておくと少し自慢できる豆知識まで、徹底的に深掘りしてお伝えしていきます。第1章、1996年の誕生から世界への広がり。まずは、その歴史と規模について紐解いていきましょう。ポケモンカードゲーム、通称ポケカが日本で産声を上げたのは今からおよそ30年前、1996年10月20日のことです。当時ゲームボーイソフトポケットモンスター赤緑が大ヒットしており、その世界観をテーブルゲームとして再現するために開発されました。開発の中心人物である石原恒和氏はアメリカのマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームに触発され、日本初の本格的なトレーディングカードゲーム TCG 文化を根付かせようとしたのです。発売当初はルールの普及に課題もありましたが、1998年に発売されたゲームボーイソフトポケモンカード GB が遊び方を楽しく学べる教科書代わりとなり、子どもたちの間に急速に浸透していきました。では現在その規模はどれほどになっているのでしょうか。数字で見るとその凄まじさが際立ちます。誕生からこれまでに製造されたカードの累計枚数はなんと750億枚を突破しています。これは世界中の人々に1人当たり約10枚ずつ配れる計算になります。さらに驚くべきはその製造ペースです。累計750億枚のうち約 60% にあたる446億枚が2020年度以降のわずか数年間で製造されているのです。これは近年のブームがいかに爆発的で過去の日ではないスピードで市場が拡大しているかを物語っています。現在ポケカは世界90以上の国と地域で販売され、日本語や英語を含めた16もの言語に翻訳されています。まさに世界共通のコミュニケーションツールと言っても過言ではありません。第2章、なぜ今これほど熱狂するのか。ブームの背景にある3つの波。ここ数年でなぜこれほど急激に人気が過熱したのでしょうか。その背景にはパンデミックによる生活の変化、アメリカ市場の投資家、そしてアジア市場の拡大という3つの波が重なっています。第1の波は2020年以降のコロナ禍です。外出が制限され、家で過ごす時間が増えたことで、多くの人が新しい趣味、あるいは昔の趣味を再開させました。そこで、対戦して遊ぶだけでなく、美しいイラストを眺めて楽しむコレクションという需要が爆発的に高まったのです。かつて子供時代に遊んでいた世代が親になり、経済力を持ったことで懐かしさと所有欲から市場に参入する大人の回帰現象も起きました。第2の波はアメリカを中心とした資産価値の確率です。人気 YouTuber が数億円のカードを購入して話題になったように、海外ではカードを株や金のような投資対象として見る文化が定着しています。これが日本国内の相場にも影響を与え、ポケカは価値が上がるものという認識が広まりました。そして第3の波は中国市場の急成長です。2022年から中国本土で艦隊地盤の展開が本格化しました。後発ながらその熱量は凄まじく、発売からわずか1年後の2023年には、上海で4000人規模の公式大会が開かれるほどの盛り上がりを見せています。日本、アメリカ、そして中国、この三大市場が互いに刺激し合うことで、ポケカはかつてない規模のグローバルコンテンツへと進化を遂げたのです。第3章、価値の可視化、PSA 鑑定とは何か。さて、ここでポケカに興味がある小中学生の皆さん、そして資産運用やポイ活に関心がある大人の皆さんに、ぜひ知っていただきたいキーワードがあります。それは、PSA 鑑定、PSA 鑑定です。カードショップやフリマアプリで、硬いプラスチックのケースに入ったカードを見たことはありませんか。あれこそが、カードの価値を証明する鑑定品です。PSA とはアメリカに本社を置く世界最大級のトレーディングカード鑑定機関のことです。プロの鑑定士がカードの四隅の傷、
表面の汚れ、印刷のズレなどを顕微鏡レベルで厳密にチェックし、1から10までの点数をつけます。この中で最高評価である PSA10 ジェムミントを獲得すると、そのカードの価値は劇的に跳ね上がります。例えば、パックから出したばかりの備品であっても、未鑑定の状態なら数千円のカードが PSA10 というお墨付きをもらうだけで数万円、時には数倍の価格で取引されることも珍しくありません。これは、カードの状態が第三者によって保証されることで、誰もが安心して売買できる資産としての流動性が高まるためです。いわば、宝石に鑑定書がつくのと同じ仕組みです。ただし、最近ではこの PSA ケース自体の偽物も出回っているため、購入する際は信頼できるお店を選ぶことが非常に重要です。第4章、海外版カードは日本で使えるのか、意外な落とし穴と豆知識。ここで、プレイヤーを目指す子どもたちに向けた、少しマニアックな豆知識をお話ししましょう。世界中で遊ばれているポケカですが、例えば海外旅行のお土産で買った英語のカードを、そのまま日本の公式大会で使えるのでしょうか。答えは、ノーです。日本の公式大会、例えばチャンピオンズリーグやシティリーグなどでは、原則として日本語版のカードしか使用できません。これには大きく2つの理由があります。1つは、対戦相手や審判がカードの効果をすぐに理解できるようにするため、そしてもう1つ、意外と知られていない決定的な理由があります。それは、カードの裏面のデザインが違うということです。日本のカードの裏面は、皆さんご存知の通り、独自のスタイリッシュなデザインですが、海外版、英語版などの裏面は、日本とは異なるデザインが採用されています。もっと言うと、日本の昔のカード、旧裏面とも違います。そのため、これらを混ぜてデッキを組んでしまうと、裏面を見ただけで、次はどのカードが来るかが分かってしまう不正につながる可能性があるのです。たとえ裏面が見えないスリーブに入れたとしても、手触りや厚みの微妙な違いで判別できる恐れがあるため、公式大会では言語の混在は認められていません。ただし、例外もあります。世界各国の代表が集まる、ポケモンワールドチャンピオン6、WCS などの国際大会です。この大会では、プレイヤーが住んでいる地域、ホームマーケットで販売されている言語のカードを使用することが認められています。つまり、日本代表選手は日本語のカードを、アメリカ代表選手は英語のカードを使って戦うわけです。言葉が通じなくても、カードの効果とルールという共通言語を通じてバトルができる。これこそが、ポケカの持つグローバルな魅力の一つと言えるでしょう。第5章。現在の狙い目は、最新発売情報と30周年に向けた未来。では、これからポケカを始めたい、あるいはコレクションしたいという方は、何に注目すればよいのでしょうか。2025年から2026年にかけての最大のキーワードは、メガ進化の復活と30周年です。まず直近のトレンドですが、2025年に入り、かつてのポケットモンスター X、Y で人気を博したメガ進化のギミックが、カードゲームにもメガ進化 EX として帰ってきました。特に2025年11月に発売されたハイクラスパック、メグウェイドリーム EX や、2026年1月発売の拡張パック、ムニキスゼロには、メガゲンガー EX や、メガジガルデ EX といった強力かつ美麗なカードが収録され、市場を席巻しています。これらのカード、特に SAR、スペシャルアートレアと呼ばれるイラスト違いのバージョンは、コレクション需要が非常に高く、今後も安定した人気が予想されます。そして、最も注目すべきは、2026年10月20日に迎える30周年です。過去の20周年、25周年の際にも、記念パックや豪華な限定セットが発売され、記録的な争奪戦となりました。業界の動向を見ると、すでに CELEBRATION コレクション、セレブレーションコレクションという名称の商標が出願されていることが判明しています。これまでの傾向から予想すると、初代、赤、緑、オマージュしたリメイクカードや、過去の人気カードが現代風にアレンジされた特別版が登場する可能性が高いです。特に、ピカチュウやリザードンといった象徴的なポケモンの30周年記念カードは、将来的に高い資産価値を持つことが確実視されており、コレクターにとっては見逃せない狙い目となるでしょう。2026年は、この30周年関連商品を中心に、1年を通じてお祭り騒ぎのような盛り上がりが続くはずです。第6章。
買い占めと転売問題、そして私たちにできること、ポケカの人気が高まる一方で、避けて通れないのが、転売問題です。記憶に新しいのは、2025年8月、マクドナルドのハッピーセットにポケモンカードがついた際の騒動です。カード目当ての大人たちによる買い占めが発生し、カードだけを抜き取って食品を廃棄するという、いわゆるフードロス問題まで引き起こし、社会的な批判を浴びました。本来、子供たちが楽しむべきものが、利益目的の転売によって奪われてしまう。これは非常に悲しい現実です。こうした事態を受け、メーカーである株式会社ポケモンや販売店も、強力な規制と対策に乗り出しています。まず、メーカー側は、需要に応じた最大出力での追加生産を明言しています。売り切れたら終わり、ではなく、待てば定価で買える状況を作ることで、転売価格の不当な高騰を抑え込もうとしているのです。また、販売店側も対策を強化しています。多くの家電量販店やカードショップでは、ボックス購入時に、その場で外装フィルム、シュリンクを剥がすという対応をとっています。これは、未開封のまま、新品として高値で転売することを防ぐための有効な手段です。さらに、ヨドバシカメラやビッグカメラ、イオングループなどでは、過去の購入履歴がある会員のみを対象とした抽選販売が主流となっています。これは、本当に欲しいファンや、普段からお店を利用している人に商品を届けるための仕組みです。私たち消費者も、転売品には安易に手を出さず、公式の再販を待つという姿勢を持つことが、市場の健全化には不可欠です。第7章。1枚が数億円。高額カードの世界。ここでは、ラジオをお聞きの皆さんが思わず耳を疑うような、高額カードの世界をご紹介しましょう。ポケカの中には、高級車や家が買えるほどの価値を持つ、伝説的なカードが存在します。その筆頭が、ポケモンイラストレーターというカードです。これは1998年、雑誌、コロコロコミックのイラストコンテスト入賞者など、ごく限られた人にのみ配布されたもので、世界にわずか39枚程度しか存在しないと言われています。2022年には、このカードの PSA10 最高評価が、なんと約7億円で取引され、ギネス世界記録に認定されました。購入したのはアメリカの人気 YouTuber、ローガン・ポール氏、たった1枚の紙が7億円。想像を絶する世界です。もう少し身近なところでは、怪力リザードンと呼ばれるカードも有名です。これは1996年の発売初期、リザードンのカードに誤って、怪力ポケモンと印刷されてしまったエラーカードです。正しくは、火炎ポケモン。この初期のミスプリント版は、状態が良ければ数千万円で取引されることもあります。また、最新のカードでも、2025年発売のメガリザードン XEX の最高レアリティ MUR は、状態が完璧なら約19万円前後で取引されています。このように、歴史的な価値のあるヴィンテージと最新の技術で作られたハイレアリティの双方が高額市場を形成しているのがポケカの大きな特徴です。第8章。賢く定価で買うには、ポイ活視点の購入ガイド。最後に、これらを踏まえて、どこで、どうやって買うのが安全でお得か、という実践的な情報をお届けします。これからポケカを始めたい小中学生の皆さん、そしてポイ活の一環として購入を検討している親御さんは必聴です。最も確実かつ安全なのは、公式通販サイト、ポケモンセンターオンラインです。ここでは新商品の発売に合わせて抽選販売が行われており、当選すれば定価で購入できます。まずは保護者の方に協力してもらい、会員登録を済ませておくことが第一歩です。次に狙い目なのが、Amazon の招待リクエストです。商品ページからリクエストボタンを押しておけば、当選した場合にメールが届き、定価で購入できます。ただし、Amazon には定価以上で出品している業者も紛れ込んでいるため、必ず、販売元が Amazon、CEO、JP であることを確認してください。実店舗でのおすすめは、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、ジョシンなどの家電量販店です。これらの店舗では、購入時にポイントが還元されます。例えば5000円のボックスを買えば、数百円分のポイントが戻ってくる計算です。これは、ポイ活としても非常に優秀です。さらに、クレジットカードや電子マネーをうまく組み合わせることで、ポイントの二重取りも可能です。ただし、人気商品は事前の抽選予約や、過去の購入履歴の確認が必要な場合が多いので、日頃からそのお店を利用して、購入実績
を作っておくことが当選確率を上げるコツとなります。また、コンビニエンスストアでも購入可能ですが、入荷数が少なく、深夜や早朝の争奪戦になることもあるため、小学生の皆さんにはあまりお勧めできません。最近では、TSUTAYAやゲオなどのレンタルショップもアプリでの抽選販売を言っているので、スマートフォンの通知をオンにして、抽選期間を見逃さないようにしましょう。もし、パックではなく特定のレアカードだけが欲しい場合は、スニーカーダンク、スニダンのような鑑定付きのフリマサービスを利用するのも手です。プロの鑑定士が本物かどうかをチェックしてから発送してくれるため、近年急増している偽物をつかまされるリスクを大幅に減らすことができます。お小遣いを貯めて高いカードを買うときは、安心をお金で買うという意味でも、こうした保証付きサービスの利用を強くお勧めします。エンディング、30周年に向けて、それぞれの楽しみ方をいかがでしたでしょうか。たかがカード、されどカード、ポケモンカードゲームは、もはや単なるホビーの枠を超え、世界をつなぐ文化であり、資産価値を持つアイテムとなっています。2026年の30周年に向けて、市場はさらに過熱していくことでしょう。メガ進化の復活や、記念商品の発売など、話題はつきません。もし、ご自宅の押し入れに昔遊んだポケモンカードが眠っているなら、一度探してみてはいかがでしょうか。もしかすると、そこには思いがけないお宝が眠っているかもしれません。そして、これから始める小中学生の皆さんは、お小遣いの範囲で無理なく、パックを開ける時のあのドキドキ感や、友達との対戦を純粋に楽しんでください。大人の方は、コレクションや資産運用、ポイ活など、自分なりのスタイルでこの巨大な波に乗ってみるのも面白いでしょう。ポケモンカードは、30年経っても色あせないワクワクを、私たち全世代に提供し続けてくれています。以上、ポケモンカードゲームの市場と展望についての特集でした。